DIY 教室リマドセミオーダーの取り付け方法。この窓枠をリマドでリニューアルしてみましょう。セミオーダーで注文するとカット前の部材が届きます。新仕様ではカバーフレームの見込み面が動くように変更。この動画では変更前の旧仕様で施工していますが、基本的な考え方は同じです。こちらの道具を使って DIY します。既存の窓枠をよく拭いてきれいにしておきましょう。カバー部材は横より縦の奥行きを長く作ってあります。配置を間違えないように確認しておきましょう。縦枠に必要な長さを正確に測るために横部材をカットします。カットした横部材を上下の窓枠へ仮に取り付け、横部材がついた状態の縦部材の外寸を測ります。測った長さで縦部材をカットしましょう。反対側も同じように外寸を測ってカットします。スペーサーをつける場合、同じ長さでカットしておきましょう。縦部材の既存の窓枠に当たる部分に切り欠きを入れます。切り欠き位置は短い横部材を当てるとイメージできます。カットする奥行きはサッシ側の端を合わせた横部材の内寸。カットする高さは上端を合わせた横部材の内寸。測った寸法で印をつけてから縦部材をカットしましょう。切り口が汚い場合はサンドペーパーをかけます。上下とも切り替えて反対側の縦部材も同じように加工しましょう。既存の窓枠の見付け見込み部分に両面テープを貼り付けます。幅が広い部分にはテープを敷き詰めて貼ります。必要な場合は縦の見付け部分にスペーサーを貼り付けましょう。見付けの幅が 32mm を超える場合、スペーサーを並べて貼ります。カバーフレーム裏面の折り曲げる部分の溝2列に木工用ボンドを流し込みます。縦の見付け部分の剥離紙を剥がします。カバーフレームを押さえながらスライドさせて押し込み、見付け部分をしっかり貼り付けます。見込み部分のカバーフレームをめくって剥離紙を剥がしましょう。
見込み部分を押さえて貼り付けます。最後に全体をしっかり押さえましょう。縦部材を取り付けた後、横の内寸を測ります。測った長さで上下の横部材をカットします。横部材も縦と同じ要領で取り付けましょう。縦部材を取り付けると上下はこのようになります。カバー部材と同じ柄の化粧シートが付属しているので、それを加工して貼り付け隠すことができます。カバーフレームとサッシの間は約 12mm の隙間が空くようになっています。ここにアルミ押さえを取り付けていきましょう。まず横の内寸を測ります。ネジ穴が均等に配置されるようにアルミ押さえをカットします。サッシ側にぴったりつくように押さえながらネジで取り付けます。次に縦のアルミ押さえを内寸でカットして取り付けます。最後に壁と接する部分の隙間にコーキング剤を入れます。あっという間に窓枠のリニューアルが完成しました。